チャートパターンっていろいろ覚えたはずなのに、実際のチャートを見ると、で、今どれなのってなりませんか？例えば3ゾーン。後から見れば、ここが3ゾーンで下がっていってるってわかるけど、でも実際に相場が動いているときは、これって本当に3ゾーンなのかな、ちょっと斜めになってるし、本当にこの見方で合ってるんだろうかって悩んでしまう。中にはですね、これ本当に使えるのかって半分疑いながら見ている人も少なくないと思います。この動画、チャートパターンの使い方の動画なんですけれども、これからチャートパターンを学びたい方、すでにある程度知っているけれど、しっくりきていない方に向けて作っています。先に結論だけ言うと、チャートパターンは覚える必要は全くありません。見るべきポイントは実は非常にシンプルで、その見方が分かれば、ほぼ全てのチャートパターンに適用できます。この動画では、その考え方を高値と安値の推移から整理して説明していきます。では早速始めていきたいと思いますが、チャートパターンって種類ごとに別物として学ぶことが多いと思います。3ゾーン、ダブルトップ、フラッグなど、それぞれ違う形として覚えてきた方も多いと思います。でも実際のチャートを見ると、どのパターンを使えばいいんだろう。これって3ゾーンっぽいけど、本当にそうなのかって迷ってしまう。そういう経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。ただ、チャートパターンを種類ごとに分けて考える必要はありません。実はどのチャートパターンも同じ一つのルールで見ることができます。チャートパターンを実践的に使うためのルールは、高値と安値の切り上げ、切り下げがどう変化したかを見る。これだけです。この視点で見ると、3ゾンもダブルトップもフラッグも全部同じ構造として見ることができます。では、高値と安値の切り上げ、切り下げがどう変化したかを見るとはどういうことなのか、こちらの図を使って解説していきたいと思います。まず左の図なんですが、高値切り上げ、安値切り上げが起きている状態を表しています。ここの高値からここの高値へ高値が切り上がり、ここの安値からここの安値へ安値が切り上がっていますよね。このように高値と安値の切り上げが続いている状態のことを上昇トレンドと言います。一方で右の図は高値切り下げ、安値切り下げが起きている状態です。ここの高値からここの高値へ高値が切り下がり、ここの安値からここの安値へ安値が切り下がっています。このように高値と安値の切り下げが継続している状態のことを下降トレンドと言います。では再び左の図に戻って皆さんに質問です。この図でどうなったら新しく高値切り上げ、安値切り上げが発生しますか？これは簡単ですよね。ここの高値を超えたらです。下降トレンドについても同じです。ここの安値を超えると、新たに高値切り下げ、安値切り下げの動きが発生します。それまで続いていた高値切り下げ、安値切り下げの動きが継続ということになります。では次の質問いきましょう。今度は同じ図に番号を振りました。まず左側から見ていきましょう。この図で高値安値の切り上げがスタートするのは1から4のうちどこでしょうか？これはさっきより少し難しいかもしれません。3秒動画を止めますので、ちょっと考えてみてください。はい。では正解を見ていきましょう。正解はこの2番の高値を超えた4番のところです。なぜかというと、この2番の高値を超えることで初めて、ここの安値からここの安値への安値の切り上げが確定し、ここの高値が切り上がるからです。この2番の高値を超えることができないと、例えばこういう風に動いて、ここからここへ安値を切り下げてしまいますよね。高値安値切り上げになっていません。では今度は右の図の下降トレンドの場合も同様に考えてみましょう。高値安値の切り下げがスタートするのは1番から4番のうちどこかというと、同じ4番ですね。考え方は左側と同じです。ここの2番の安値を超えることで初めて、ここの高値からここの高値への高値の切り下げが確定し、ここの安値が切り下がるからです。では次は左右の図を合体させてみましょう。するとこのようになります。では最後の質問です。この図で高値安値の切り下げがスタートするのはどこでしょうか？今さっきやりましたよね。図は変わっていますが同じ考え方です。ここの安値を下に超えてくると、このような高値安値切り下げが発生する。つまり下降トレンドがスタートするわけですよね。左側は高値安値切り上げの上昇トレンド。右側は高値安値切り下げの下降トレンド。上昇トレンドが下降トレンドに転換しています。ここの形、見覚えがある方もいるかもしれません。こういうのを3ゾンのチャートパターンと呼びます。このように3つ山があって、中央の山が一番高い形のことですね。左は上昇トレンド、右は下降トレンドということで、3ゾンというのはトレンド転換時に発生することがあるチャートパターンの一つです。3ゾンを知っています、見たことありますという方、おそらく皆さん全員こういう図を見たことがあるかと思います。
ここに走っている水平線をネックラインと呼びますが、このネックラインを越えたところでエントリー、またはネックラインを越えて戻ってきたところでエントリーみたいなことを説明している図ですね。ところで、なんでここがエントリーポイントなのか、皆さんは疑問に思ったことはないですか？僕は初めてこの三尊の図を見たときはずっと疑問でした。なんでここなんだろうなと。ここの方が高い場所で売れるから売るんだったらここの方がいいじゃんってずっと思ってたんですね。でもこの図は正しいですし合理的なんですね。なぜここがエントリーポイントになり得るのか。それは先ほど見たようにここの安値、ネックラインを超えると高値安値切り下げの下降トレンドがスタートするからです。だからネックラインを割った直後に入る左の矢印だったり右の矢印のように価格が戻ってきたところで売る。このように戻ってきたところの方が高い価格で売ることができますよね。これらのエントリーというのは下降トレンドがスタートしたことを確認してから入るというものなんです。ではここまでの内容をさらにイメージを持っていただくために実際のチャートで解説していきたいと思います。先ほど解説した通り、これから高値と安値の変化に注目して見ていきたいと思いますが、このようにローソク足だけを表示していると全体的にのっぺりとしていて、どこの高値と安値を見たらいいのって悩むと思います。そんな時はこのようにスイングハイローを表示してみてください。そうするとチャートの輪郭がはっきりしますよね。高値と安値の切り上げ、切り下げを見るのも最初は慣れなくて難しいと思いますが、スイングハイローを表示するとどこの高値、安値を見たらいいのか分かりやすくなります。スイングハイローというのはテクニカル分析上の詳しい定義はあるんですけれども、ここではチャートがうねりを築く時の高値と安値と理解してください。チャートの動きを見ると、このようにうねりを築きながら動いていきますよね。このうねりの山の部分の高値をスイングハイ、谷の部分の安値のことをスイングローと呼びます。詳しい説明はこちらの動画でお話ししていますので、この動画と合わせて確認してみてください。今の時点ではこれだけ理解しておけば、この動画の理解には十分です。またこのインジケーターは僕がオリジナルで開発したもので、誰でも使うことができます。概要欄にリンクを貼っておきますので確認してみてください。ではチャートを見ていきましょう。まず左半分の動きを高値と安値に着目して見ていきます。で、最初のうちはとにかく相場の動きを大きく捉えることを意識してみてください。今の場合だったらスイングハイローが表示されているところに着目して、このように高値安値切り上げの流れが出ています。ではこの後の動きを見ていきましょう。はい、どうでしょうか。高値が徐々に切り下がってきましたよね。この左側の上昇トレンドの時にはなかった動きです。はい、今ここでこの安値を割り込んできました。これによって高値安値切り下げが確定。このような下降トレンドがスタートしています。ここの高値からここの高値へ、そしてここの安値が切り下がっています。では後続の動きを見ていきます。その後反発して再び下がってこの安値をブレイク。そこから戻して再び下落と高値安値切り下げが継続しています。上昇トレンドから下降トレンドへの転換が起きています。さて先ほどトレンド転換が発生するときに現れるチャートパターンとして3ゾンというのを紹介しましたが、このチャートで3ゾンを見つけられますでしょうか？ここに3ゾンがあります。先ほどお見せしたこの3ゾンの図とはちょっと形が変わって斜めになっていますので、3ゾンはこの図だという形で暗記をしていると、3ゾンっぽい形だけどちょっと斜めになっているし、本当に3ゾンなのかな、大丈夫なのかな、ネックラインって水平のラインだったと思うけど、こういう3ゾンだとネックラインも斜めになってしまう。もしかして3ゾンではないのかもって不安になってもおかしくないと思います。でもそういうふうに必ずしも形で見る必要はないんです。高値と安値の切り上げと切り下げの変化に着目して構造を見ていく。そうすれば三尊っぽいなって主観的にならずに、ここの安値を割ったことで流れが変化したというふうにロジカルに見ることができます。大事なのは形ではなくて形が持つ意味を理解すること。だからこそ知らない形になった時に応用ができるんです。では今度は下降トレンドから上昇トレンドへ転換する場合はどうなのかを見ていきましょう。このような下降トレンドが発生しています。最後につけた安値から反発してきます。再び下がってこの安値を抜けていけば、高値切り下げ、安値切り下げの下降トレンド継続になりますよね。ただこの反発意外と強くてここまで上がってきました。ただ再びそこから下落を始めます。この安値を超えてくるかなと思っていたら、その手前から切り返して、ここの高値を超えました。ここの高値を超えたことで、高値安値の切り上げがスタートするんでしたよね。つまり、上昇トレンドがスタート。下降トレンドから上昇トレンドへ転換したことになります。この部分の形、知ってる方もいるかもしれません。このように真ん中に大きな谷があり、左右それぞれに小さな谷を作る形状のことを逆三尊と言います。
先ほどの三尊を上下逆さまにひっくり返した形ですね。逆三尊というのは今まさに見たように下降トレンドが上昇トレンドに転換していくときに出ることがある形状のこと。上昇トレンドが開始するのがこの高値を超えたところ、この高値とこの高値を通るラインをネックラインと呼びます。この真ん中の谷を作っている2つの高値を結んだラインですね。ではこちらも実際のチャートの例を見ていきましょう。今表示しているチャートはユーロドルの4時間足のチャートです。早速こちらのチャートで逆三尊を見つけてみてください。では正解をお伝えします。高値安値切り上げ切り下げの変化に着目するんでしたよね。まず左の部分でこのような高値安値切り下げの流れが発生しています。そしてここの反発でこの高値をブレイク。下がったところから反発してこの高値を超えたことで高値切り上げ安値切り上げが確定し上昇トレンドスタートとなっています。で、これも逆三尊を形で見つけようとするとここが左の谷でここが真ん中、ここが右かなとか、この左の谷がちょっと小さいから違うのかなとか、いろいろ悩むと思います。で、それっていうのは逆三尊はこういう形という暗記したパターンの形状が頭にあることと、実際相場で発生する形のズレが原因で起こります。でも必ずしも形で見る必要はないんですね。この反発の動きで、ここの高値をブレイクしたことで、一旦手前の高値切り下げ、安値切り下げの流れが断ち切られた。その後今度はここの高値を超えたら上昇トレンドが開始した。それだけです。逆に言えば形から入るんじゃなくて、ここで高値安値切り下げ、切り上げの流れが変わったっていうことを確認してから形を探しに行く。あ、ここは逆三尊としても見れるなっていうふうに解釈するのはいいですね。慣れないうちはそういうふうにやってみてもいいと思います。ここまでですね、三尊と逆三尊2つのチャートパターンを高値と安値の切り上げ、切り下げで解釈してきたわけなんですが、これらの2つのチャートパターンを転換のチャートパターンと言います。文字通りトレンド転換が発生するときに現れることがあるパターンということです。ではさらにもう2つですね、転換のチャートパターンに分類されるパターンを見ていきましょう。ここでは転換の仕方の違いに着目してください。では再び上昇トレンドの増例として進めていきたいと思います。このように高値安値切り上げの流れが発生している中で、最後の高値から反落してきました。ここから再び反発して、この高値を超えていけば、高値安値切り上げ継続となります。ただそうならずに、この高値のところで失速して下がってきます。そのまま下落は続いて、この安値を割り込んでしまいました。その後再び反発するのですが、今度も失速して、再びこの安値を更新。その後も下落が継続しました。さて、この図で高値切り下げ、安値切り下げがスタートするのはどこでしょうか？慣れてきた方はもうお分かりかもしれません。この安値を割ったところですよね。この安値を下に超えると、ここの高値からここの高値へ高値が切り下がり、この安値の切り下げが確定します。ではこういう場合はどうでしょうか？ここの高値がここの高値より低い場合です。そういう場合は、この安値を割ったところが高値安値切り下げが開始するところです。ここの高値からここの高値へ切り下がり、この安値が切り下がる。こういう流れですね。この形のことをダブルトップと言います。今引いた水平のライン。ここがダブルトップのネックラインです。ダブルトップ、勉強したことがある、使ったことがあるという方、教科書ではこういう図になっていると思います。この2つの山の高値が揃っている図ですね。でもこれもですね、実際の相場ではこういうふうに2つの山が揃っている形はそこまで多くないんですね。実際には右の山の方が低くなっていたり、右の山の方が高くなっていたり、少し歪な形になることの方が多いです。そういう形についてまだチャートでのイメージがつかない方もいるかもしれませんので、実際のチャートの例を見ていきましょう。今表示しているチャートはドル円の4時間足のチャートです。この部分ですね、少しもみ合い状態になっていますが、その後反発が始まって、このような高値安値切り上げの流れが発生しています。ではこの後の予想を見ていきましょう。はい、今ですね、この高値を作った後に反落してきました。もう一度反発して、ここの高値を超えていけば、高値安値切り上げ継続となって上昇トレンド継続となります。はい、今ですね、ここで反発したんですけども、ここの高値を超えることなく失速して、ここの安値を割り込んでしまいました。これによって、ここの高値からここの高値へ高値が切り下がり、ここの安値が切り下がったことになります。こういうような流れですね。では、後続の動きを見ていきましょう。再び反発するんですけども、今度も手前の高値を超えることなく失速してしまって、再度ここの安値を下に割り込んでしまいます。高値安値切り下げが継続。
下降トレンド継続となった動きです。これもですね、ダブルトップという形で見るのであれば、こことここで2つ山を築いて、ここのネックラインをブレイクした後、戻しを形成して再び下落が継続となったというパターンと見ることができますが、これもですね、高値と安値の切り上げ切り下げの変化に着目していれば、この安値を割ったところ、ここのネックラインを割ったところが流れが変化したところだというふうにわかります。では今度は下降トレンドから上昇トレンドへ転換するケースを見ていきましょう。今こことここの安値が等しくなっていますが、その場合はここの高値を超えたところが高値安値切り上げの開始地点。ここの形状のことをダブルボトムと呼びます。2点底をつけて上昇に転換してくるという形です。では今度は右の谷の安値が少し高くなっている、こういうケースはどうでしょうか。その場合はここの高値を超えたところが高値安値切り上げの開始地点となります。こういう場合はどうでしょうか。今度は右の谷の方が少し低くなっている場合ですね。その場合は、ここの高値を超えたところが、高値安値切り上げの開始地点となります。この形、先ほどの逆三尊のチャート解説のところでできた形と同じですよね。ということで、逆三尊もダブルボトムも高値安値切り上げ切り下げの変化に着目していけば、本質的には何ら変わらないということがわかると思います。さて、ここまでトレンド転換のパターンとして、三尊、逆三尊、ダブルトップ、ダブルボトムの4つの例を見てきましたが、転換の形は違うけれども、高値安値切り上げ切り下げの変化で見れば同じということが分かっていただけると思います。では一方で、トレンドが転換しないで継続していく場合はどのように見たらいいのか、今度はその点をお話ししていきたいと思います。まずは上昇トレンドの場合を例にとって見ていきます。このような上昇トレンドが発生している場合、どうなったら上昇トレンドが継続していくのかというと、これは一番最初の3尊のところでお話しした内容でしたよね。ここの高値を超えると、高値安値切り上げが継続します。で、今回着目するのはここの部分です。ここの部分を細かく見ていくと、このように高値安値切り下げの流れが発生していることがあります。そして一定の下落を経た後に再び反発して、このように高値安値切り上げの流れが生まれていって、ここの高値を超えて上昇トレンドが継続するという動きがよく発生します。下降トレンドについても同じです。このような高値安値切り下げの動きが発生している中で、反発の動きが出ているこの部分、ここで高値安値切り上げの動きが出た後に、反転下落して高値安値切り下げの動きにシフトする。そしてまた元の下降トレンドが再開していく。そのような流れです。ではここまでの内容についても実際のチャートを使って見ていきたいと思いますが、チャートはユーロドルの週足です。まずは高値安値の動きを見ていきましょう。このような高値安値切り下げの動きが出ていることがわかります。そしてここの安値をブレイクした後反発しているここの部分の動き、この部分を日足で見ていきたいと思います。するとこのように高値安値切り上げの動きが出ていることがわかります。そしてそこから下落してこの安値をブレイク。再び反発しますが失速してこの安値をブレイク。これによって高値安値切り下げの流れが生まれ、下降トレンドがスタート。この高値安値切り上げの流れが発生していた部分に印をつけて、もう一度週足の方に戻ると、週足でもともと発生していた下降トレンドが再開していることがわかります。もう一度整理すると、週足で下降トレンドが推進している中で、買い足である日足でこの部分を見ると、一時的にここで高値安値の切り上げが発生しますが、それが高値安値切り下げにシフトしたことで、元々の下降トレンドが再開したという流れです。この一時的に高値安値の切り上げが発生していた部分に、このように2本の平行するラインを引くことができますが、この平行ラインに沿った動きのことをフラッグと言います。フラッグというのはトレンドが継続するときに発生することがあるチャートパターンですが、これも高値と安値の切り上げ、切り下げに着目することで、どこで流れが変わったのかがわかると思います。この安値を下にブレイクしたことで、この高値安値切り上げの流れが断ち切られたことになりますよね。そして反発したところから再び下落して、この安値を下にブレイクしたところで、下降トレンドが再び再開となります。フラッグという形で見るのか、高値と安値の切り上げ切り下げの変化に着目して見るのかの違いです。ところで今の説明を聞いていて気づいた方もいるかもしれませんが、この部分はダブルトップとして見ることもできますよね。ちょっと一旦描画オブジェクトを消してみたいと思いますが、このように2つ山を築いてネックラインを割ってきています。先ほどのダブルトップの図解で説明した右の山が高くなっている形です。ということで、形で見るとフラッグとして見ることもできるし、ダブルトップとして見ることもできる。
どちらにも見えてしまうけど、今はどっちなんだいって混乱してしまう人もいると思います。でもそれはその人の見方が悪いからじゃなくて、形で見ようとするといかようにも解釈できてしまうからなんです。ただ高値と安値の切り上げ、切り下げの変化に着目すれば迷いません。では次に移りましょう。ここまでトレンドの転換、トレンドの継続とお話ししてきました。サンゾンやダブルトップのようにトレンドが変わる場面、そしてフラッグのようにそれまでのトレンドが続く場面。ただ実はこの両方で発生するパターンというものもあります。それがウェッジと呼ばれるものです。ウェッジというのはこのように先細りの動きが出ている状態のことを言うんですけれども、これがトレンドの継続と転換の場合の両方あり得るというものです。チャートパターンの教科書を見ると大体このように書いてあります。上昇トレンドの途中でウェッジを形成して上に抜けてトレンド継続。右側は同じく上昇トレンドの途中でウェッジを形成して下に抜けてトレンド転換。下段は同じことを下降トレンドの場合で書いてあるんですけれども、こういうのを見ると多くの人はウェッジって上に抜けたら継続、下に抜けたら転換だっけというふうにまた新しく覚えようとしてしまいます。ただここでも考え方は同じです。そうやってパターンごとに覚える必要はありません。どっちに抜けたらどうということも覚える必要はありません。見るべきポイントはこれまでと全く同じ高値と安値の推移です。例えば左の図の場合、高値が徐々に切り下がり、安値も少しずつ切り下がっています。ここで重要なのは、その後にどちらに抜けたかではなくて、高値と安値がどう変化したかです。もしこの高値を抜けてから、そのまま高値安値の切り上げが続けば、それまでの上昇トレンドが継続するという可能性が出てきますし、右の図のように、この安値を下に割って高値を切り下げ、安値を切り下げ始めればトレンド転換です。つまり、ウェッジという名前やどっちに抜けたで判断するのではなく、その後の相場構造の変化を見ればいいんです。そう考えると、ウェッジも特別なパターンではなくて、これまで見てきた高値と安値の推移でそのまま説明できるということがわかると思います。では、ここまでの内容を実際のチャートで見ていきたいと思います。チャートはドル円の4時間足です。上昇トレンドが発生しています。このあたりの動きに着目してください。ここにこのような先細りの形状を見ることができます。この後の動きを見ていきたいと思いますが、まずはこの安値を下に割ってきました。で、さらにその後の予想を見ていくと、はい、この安値を割った後に一度反発するんですが、途中で失速して再びこの安値を割り込みます。これで高値を切り下げて安値を切り下げたので下降トレンドがスタートです。で、次はここの部分に注目してください。僕は最初にこのような先細りのウェッジのラインを書きましたが、ここの部分はダブルトップとしても見れますよね。こういう風に2点天井を築いて、そのネックラインを割ってきた。そしてネックライン近くまで戻しを形成してから再び下げていった。ダブルトップとして見ても何の問題もありません。チャートの形に着目してパターンと見るか、高値安値で解釈するかの違いです。で、僕は形で見ることが悪いとは思いません。ただ形で見るとどうしても解釈にばらつきが出てしまうという点はあると思います。先ほどもフラッグとダブルトップの例を紹介しましたけれども、場合によってはある場所の動きが複数のチャートパターンで見れたりします。その時その時で形に対する解釈が自分の中で変わってしまって、本来すべき判断と異なる判断をしてしまうというデメリットはあると思います。例えば、ダブルトップが発生したのを確認してから、初めて売り目線で相場を見始めるという人がいたとします。ただこの時はダブルトップとして認識せずに、たまたまウェッジとして認識してしまった。結果として売りの機会を逃した。そういうようなことは起き得ると思います。でも高値と安値の推移に着目すれば解釈は1位に定まります。ですので、形で見るときのデメリットを解消するための手段として、高値と安値の変化に着目するというのは僕はいいやり方だと思います。で、ここまで見ていただいた方の中には、あることに気づいた方もいらっしゃるかもしれません。それは、ここまでのお話は全てトレンドがある状態の話だということ。ただ相場には、そもそもトレンドが始まる前のレンジ相場という状態もあります。次はそこを見ていきます。レンジ相場からトレンド相場に移行するタイミングで現れる動きの一つがトライアングル、三角持ち合いとも呼ばれます。トライアングルというと文字通りこのような三角形の形で覚えている方も多いと思います。ただここでも見方は同じです。高値と安値の推移で見ていきます。トライアングルの中では高値は徐々に切り下がり、安値は徐々に切り上がっていきます。ここでも重要なのは高値と安値の推移がどう変化していくか。もし高値安値の切り上げが始まれば上昇トレンド。逆に高値と安値の切り下げが始まれば下降トレンド。つまりここでも判断しているのはパターンではなく相場の構造の変化です。
こうして見るとトライアングルも特別なものではなくて、これまで見てきた高値と安値の推移でそのまま説明できるということがわかると思います。こちらのチャートはゴールドの4時間足です。上昇トレンドが発生しているところですが、ここの部分の動きを1時間足で見ていきます。するとこのように高値を切り下げて、一方で安値はこのように切り上げていることがわかります。トライアングルのパターンです。最後のこのあたりの動きに着目すると、この高値を作った後に一旦下げて再び反発して、ここの安値を作ります。そしてそこからさらに反発して、この高値をブレイク。これによって高値安値切り上げの流れが発生したことになります。さらにその後の動きを見ていくと、下がったところから再び反発して、高値安値切り上げの流れが継続となっています。ここまでの流れを整理すると、もともと4時間足で上昇トレンドが発生していました。1時間足でもこの左の部分で高値安値切り上げの流れが発生していたのですが、ここの部分で流れが変わります。高値は切り下げ、安値は切り上げ、方向感がない状態、レンジ相場入りです。ただこの部分で再び高値安値切り上げの流れが発生して、元々の上昇トレンドが再開していったという流れです。なのでトライアングルという形で見て、それを上に抜けてトレンドが始まったというふうに見ることもできるし、純粋に高値安値の推移だけに着目して、それらがどう変化したかに着目してみるかの違いです。なので、チャートパターンを使うときですね、このように形で捉えつつも、さらに高値安値切り上げ、切り下げの動きで補足しながら見ていく。そのように両者を補完させながら見ていくっていう見方でもいいですね。はい。ということで、ここまで3ゾン、ダブルトップボトム、フラッグ、ウェッジ、トライアングルという代表的なチャートパターンを見てきましたけれども、高値安値の切り上げ、切り下げの変化に着目すれば、形を暗記する必要もないですし、探す必要もないということが理解していただけたのではないかなと思います。実は今回解説してきたこの考え方というのがダウ理論の基本です。ダウ理論というと初めて聞いた方は難しく聞こえるかもしれませんが、本質はとてもシンプルで、トレンドは高値と安値の推移で定義されるということです。そしてチャートパターンというのはバラバラの形の集まりではなくて、ここまで見てきた相場の構造を別の言い方で表現しているだけなんです。チャートパターンは形で覚えるのではなく構造で整理する。それだけでほぼ全てのパターンを同じ視点で見ることができます。僕もですね、チャートパターンって全部知らないですので、一応ほぼと断っておきますけれども、今回紹介しなかったパターンも結局見ているのは同じ。高値と安値がどう変化しているのか、それだけです。ダウ理論そのものをもう少し体系的に整理したいという方は、関連動画で詳しく解説していますので、そちらもぜひご覧ください。またエントリーに関しても実は同じ考え方で整理することができます。今回エントリーについてはほとんど触れませんでしたが、こちらの動画を合わせて視聴していただくとより理解が深まると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。